今回は、白内障手術後のメガネ作りについてお話しします。手術を受け、右目に単焦点の眼内レンズを入れてから、現在、約9ヶ月が経過しました。後発白内障や乱視の悪化もなく、視界は良好です。手術から約1ヶ月後、目が落ち着いてから、メガネを2本購入しました。1本は運転の時などに使う遠方使用のメガネで、これは1回でうまく作れました。今もそのまま使っています。もう1本は自宅でパソコン作業を行う時に使うメガネです。単焦点眼内レンズの場合、コントラストの低下はありませんが、はっきり見える範囲が特定の距離に限られます。手術前から、眼内レンズが単焦点でも、メガネを多焦点、いわゆる遠近両用レンズなどにすれば、補えるのではと考えていたこともあり、このメガネは中近両用レンズにしました。しかし、この中近両用メガネは、最初、どこかしっくりこない仕上がりでした。約半年、様子を見た後、レンズを作り直したところ、ほぼイメージ通りのメガネになりました。遠近両用、中近両用のような多焦点レンズのメガネは、レンズに独特の癖があり、度数の選び方や調整によって快適さが変わります。自分に合うものを見つけるのが少し難しいこともあるかもしれません。この動画では、白内障手術後のメガネ作りについて、自分の体験をもとに、度数の選び方や試行錯誤の過程をお話しします。まず、身も蓋もない話ですが、メガネの度数調整は、手術で目に入れる眼内レンズとは違い、簡単に何度でも別のレンズを試せます。メガネ店でも試せますので、実際に試してみる方が早くて確実です。これが結構大事かなと思います。今回、メガネ作りにあたり、処方箋を作るため、複数の眼科を受診したのですが、ある眼科の先生は、視力検査の後、あなたの右目は、今、30センチあたりがよく見えているはず、と言いました。しかし、自分でメジャーで測ってみると、55から35センチが最もよく見えます。30センチは、どちらかというと、ぼやけ始める距離です。どのような意図で、30センチと言ったのかは、今でもよくわからないのですが、先生が抱いているイメージと実際の見え方にギャップがあるように感じました。もちろん、すべての病院でこのようなズレがあったわけではありません。ただ、自分の目の見え方、特に細かい部分の見え方は、自分にしかわからないところがあるのではないか、と感じました。また、どの程度の鮮明さから見えると感じるかは、個々人の性格や職業にもよるでしょうし、メガネをどのくらい使い慣れているかも関連してきます。作ろうとしているメガネがある程度特殊なものになると、病院にお任せではなかなかうまくいかないことがあるのかもしれません。私の場合、
中近両用レンズが最初うまくいきませんでした。この動画ではどのように調整したかまとめたのですが、それをお話しする前提として、私の右目に入っている眼内レンズと使っているメガネについてお伝えします。私は右目のみ白内障を発症し、手術によって眼内レンズを入れました。眼内レンズは単焦点の近方合わせで、55から35センチあたりが一番よく見えています。次に、メガネです。眼内レンズ、特に単焦点眼内レンズの場合、よく見える範囲が限られているため、状況に応じて、メガネやコンタクトレンズで焦点をずらします。私が今使っているメガネは2本あり、1本は遠方仕様の単焦点レンズのメガネです。運転や散歩の際に使っています。もう1本は自宅でのパソコン作業用の中近両用レンズのメガネです。こちらは少し詳しくお話ししたいと思います。今、右目に入っている眼内レンズは55から35センチあたりがよく見えるようにしているのですが、これは職場のパソコンモニターと机の距離に合わせて度数を決めました。職場では顔からパソコンモニターまでが約50センチ、顔から机までも約50センチのため、ずっと裸眼で過ごせます。自宅ではパソコンモニターが少し遠くて、約80センチ離れています。机までは職場と同じで50センチ程度です。顔からモニターまでと顔から机までの距離に差があるため、単焦点レンズですとどちらかがぼやけます。しかし、動画視聴用ではなく仕事にも使うため、モニターの細かい文字も紙に印刷された細かい文字も両方ともスラスラ読める必要があります。パソコンモニターを近くに寄せることでも解決しますが、中近両用メガネでなんとかならないかと思い、試しに購入しました。運転などに使う遠方仕様のメガネは普通の単焦点レンズのメガネで難なく作れました。この図は単焦点眼内レンズを目に入れた時の見え方を表現しています。図について詳しく話すと長くなるため省略しますが、近くほど見え方の変化が細かく、遠くになるほど見え方の変化が緩やかになります。単焦点眼内レンズの見え方については以前動画にまとめましたので、よければご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。遠くを見る場合、3メートルでも4メートルでももっと向こうでも見え方はそれほど変わらないように感じます。遠方仕様のメガネはだいたい数メートル程度先のターゲットをはっきり見えるように作られていれば、普段使いには十分実用的になるのではないかと思います。実際に度数を合わせるときは、ランドルト間視力検査の視力検査表が設置されている5メートルまたは3メートルで視力を測り、それを基準に決めることになると思います。視力測定の際、椅子が少し動いて20センチ程度ずれたみたいなことは問題ありません。
遠方仕様のメガネは比較的ピントが合う範囲が広く、視力検査表もすでに決まった位置に設置されているため、病院側も調整しやすいのではないかと思います。それに対して、近方仕様のメガネはピントが合う範囲が狭いため、はっきり見たい距離に正確に合わせる必要があります。度数の調整も難しくなると思います。具体的な距離にこだわりがなく、おおよそ近くが見えれば十分というのであれば、簡単かもしれません。例えば、スマホや本など手に持って読むものは、腕を動かすことで容易に位置を調節できます。顔から40センチ離れた箇所がよく見えるメガネを希望していて、そのメガネがうまく作れなかったとしても、見るものが腕で調節できる範囲内にあれば、小さい字も読むことはできます。ある程度離してやっと見える状態ですと、多少の不便さを感じるかもしれませんが、そういうものかな、と思い、そのメガネを使い続けるかもしれません。問題は、見る対象がパソコンモニターやテレビのような、ほぼ固定してあるものの場合です。特にパソコンモニターは小さな文字も多く、仕事で使う場合は、それらが間違いやストレスなく、スラスラ読み取れる必要があります。メガネを作る際、眼科の処方箋は必須ではありませんが、私は念のため眼科で検査を受けた後、メガネ店へ行きました。遠方仕様のレンズの調整は難なく済んだのですが、中近両用レンズは時間がかかりました。1度目の調整の時は深く考えず、正面のパソコンモニターまでは約80センチ、手元側は裸眼と同じに、と眼科技師さんに伝えました。80センチあたりという微妙な距離の調整が必要だったため、巻き尺でだいたいこのあたりと測りながら決めました。時間もかかりましたし、最後までなんとなく腑に落ちない見え方でした。こうして出来上がったメガネはやや見えづらいものでした。正面は90センチあたりがよく見え、パソコンモニターを鮮明に見るには少しのけぞる必要がありました。また、モニターとの距離が伸びた影響か、小さな文字が見えづらくなりました。手元も裸眼と同じでとお願いしたつもりでしたが、少し度が入っていたようで、やはり少しの削らないと見えにくくなっていました。正面も手元も見えないわけではないのですが、仕事用として使用するには微妙でした。後に調整し直すまで自宅で仕事をする際は、メガネをかけず、裸眼で少し前かがみで行っていました。やはりやや効率が落ちるのを感じました。ただ、正面90センチあたりがよく見えるこのメガネは、中間合わせ相当のメガネとして機能しました。遠くも近くもそれなりによく見えます。例えば、2メートル程度離れたテレビを眺めつつ、手元で簡単な作業を行うくらいであれば、おおむね良好。細かい文字などさえ気にしなければ、便利なメガネでした。これはこれで悪くないかな、と思い、しばらくそのまま使っていました。約半年使った後、度数を調整したところ、
ぴったりのメガネを作ることができました。どのように作ったかをお伝えするのですが、いくつか知識の補充が必要でした。とはいえ、細かい話をするとキリがなく、私も医療従事者ではありませんので、メガネ作りにあたって必要だった範囲を私なりの理解に沿ってお話ししようと思います。まず、多焦点レンズのメガネ、つまり遠近療養や中近療養といったメガネについて少しお話ししようと思います。白内障発症前、多焦点レンズのメガネを使ったことがなく、仕組みはよくわからないけど、多焦点眼内レンズのようによく見える距離が増えるのだろう、と考えていました。しかし、これは誤りでした。手術で眼球に入れる多焦点眼内レンズは、視点移動をすることなく、よく見える距離が複数作られます。現在販売されている多焦点眼内レンズの多くは、正面から見ると、薄いドーナツを幾重にも重ねたような形状をしています。その断面を見ると、レンズの表面には細かなジグザグの構造があり、この特殊な形状によって光の進路が分割されます。例えば、三焦点レンズの場合、レンズに入ってきた光は、遠方、中間、近方の3つの進路に分かれ、同時にそれぞれの視界を形成します。異なる距離の視界を同時に作り出す、特殊なフィルターのようなものだと理解しています。これに対し、メガネの多焦点レンズは、レンズを上部と下部に分割し、異なる度数を組み込んでいます。多焦点眼内レンズのように、複数の距離の視界を同時に作り続けるのではなく、視線を移動することにより、複数の度数を使い分けます。レンズ上部と下部の広さの割合をどのようにするかで、遠近療養や中近療養といった違いがあります。私が使っている中近療養レンズは、体感では、レンズ上部8割程度が正面を見るよう、レンズ下部2割程度が下を見るようです。また、1枚のレンズに複数の度数を同居させるときの歪みで、レンズの両サイドになんとなくぼやける部分があります。はっきりと見ることのできる範囲は、普通の単焦点レンズのメガネよりも狭いです。レンズをどのように分割するかは、メーカー各社様々な製品が開発されています。1枚のレンズの中に複数の度数とその歪みがある都合。メガネの位置が少しずれるだけでも見え方が違ってきますし、最初のうちはレンズのどのあたりを見ればどの程度の度数なのかわからず、使いこなすのに慣れがいります。使い始めた頃は、なんだか歪んだレンズという印象で、度数の設定を誤ったのか、レンズの歪みに慣れていないだけなのか、よくわかりませんでした。ただ、慣れてくると、複数のメガネをかけたり外したりしなくて済むため、やはり便利です。私は今半年ほど使いましたが、見たいものに合わせて自然と顔や視線が動くようになりました。レンズ下部の度数は、レンズ上部の度数に加算して算出されます。
処方箋の表記方法は病院によって異なるようですが、私が最初に処方箋を作った病院では、レンズ上部の度数を球面、レンズ下部に加算する度数を加入と表現していました。レンズ上部、つまり正面を見るときの度数に対し、レンズ下部はどのくらい度数を加入するのかという表記になっています。この加入度数が大きくなるほど、レンズの歪みが大きくなり、限度を超えると、作ってもよく見えないメガネになります。加入度がいくつを超えると見えにくくなるかは、年齢などによるようですが、せいぜいプラスマイナス 1.75D ではないかと思います。ディオプターがまた小難しいのですが、これも必要な知識ですので、後ほどお話しします。多焦点レンズのメガネについてまとめます。一つのレンズ内に複数の度数を組み込んでいる。レンズに特有の歪みがあり、使用には一定の慣れが必要。度数差が大きく、歪みの強い場合、製作しても実用性に欠ける場合がある。ということになります。少し順番が前後しますが、視覚の仕組みについても軽くお話しします。遠くから来る光と近くから来る光とでは、目に入る際の角度が異なります。見え方を考える上で、これは重要な要素です。光は太陽や電球、蛍光灯などから放たれ、物体の表面で反射し、最終的に目に届きます。この時、遠くから来た光はほぼ平行な状態で目に入ります。一方、近くから来た光は広がった角度で目に入ります。光が目に入ってくると、白内障手術前であれば水晶体、手術後であれば眼内レンズによって収束され、焦点を結びます。この光が目の奥にある網膜に届き、そこで刺激として感知されると、信号へと変換されて脳に伝えられます。光の焦点が網膜上で結ばれると、鮮明な視界として認識されます。焦点の位置が網膜より手前や奥になると、ぼやけた視界として認識されます。入ってきた光がどの程度屈折するかは、レンズの屈折率などによります。また、入ってくる時の角度が広いほど焦点は遠くになります。今、遠くから来る平行光線が網膜上で焦点を結ぶとき、同じレンズでは、近くから来る広い角度で入った光は、網膜上では焦点を結びません。この時、遠くの景色は鮮明に見え、近くのものはぼやけて見えます。ただ、目にもともと備わっている水晶体は、近くのものを見るとき、自動的にその厚みを増して、焦点が網膜上に来るように調節してくれます。しかし、近くを見る状態が長く続くと、眼球の前後方向、眼軸が伸び、そのままの状態で固定されることがあります。眼球がこのように変形すると、広い角度で入ってきた光は網膜上で焦点を結ぶものの、
平行光線が網膜の手前で焦点を結ぶようになります。これが近視です。眼内レンズの場合、水晶体のように伸縮しません。そのため、手術時の網膜の位置に対して、どの距離の光に焦点を合わせるかをあらかじめ決め、その設定に基づいて眼内レンズを挿入します。光が水晶体や眼内レンズに届く前に、進行方向を少し変えておくのが、メガネです。メガネのレンズは、近視用と遠視用で形状が異なります。近視用、つまり、裸眼では近くがよく見え、遠くがぼやける人が、遠くを見るために作るメガネは、オーレンズです。オーレンズは、入ってくる光を拡散させます。度が強いほど、レンズの縁が厚くなります。遠視用はその逆で、裸眼では遠くがよく見え、近くがぼやける人が、近くを見るために作るメガネは、凸レンズです。凸レンズは、入ってくる光を集めます。ここまでの話は、次の、ディオプター、ディオプトリーをイメージしやすくするためにしました。ディオプターは、メガネの処方箋に書かれている数字で、度数を合わせる際には避けて通れません。ディオプターとは、光の進行方向を変える強さだと理解しています。何もなければ、まっすぐ進み続ける光を、レンズを通すことで進路を変えます。進路が変わった光は、やがて焦点を結びます。元々の光の進路が同じであるとき、レンズを通過した後の焦点距離が短いほど、レンズの屈折力が大きいことになります。屈折率が大きいほど、ディオプターの絶対値も大きくなり、また、一般的にレンズも厚くなります。ただ、レンズは日々改良されています。度数が高くても薄いレンズが増えました。普通の単焦点レンズのメガネや、多焦点レンズのメガネのレンズ上部の場合、近視用のメガネの度数はマイナスで表されます。そして、絶対値が大きくなるほど度が強くなります。例えば、マイナス2のメガネをかけている人がマイナス3のメガネにかけ替えると、レンズがやや厚くなり、見え方がややきつくなり、よく見える距離がより遠くへ移動したメガネになります。逆に、マイナス2からマイナス1にかけ替えると、レンズがやや薄くなり、見え方がやや自然になり、よく見える距離がより近くへ移動したメガネになります。メガネの度数を調整する上で、これが一番大事だと思います。ディオプターは、光の進行方向を変える強さと言ったのですが、正確に言うと、レンズの焦点距離の逆数で、そのレンズの屈折力を示す単位です。そのため、メガネに限らず、水晶体、眼内レンズ、カメラのレンズ、顕微鏡、望遠鏡など、光とレンズが関連する場面で広く使われます。メガネの度数調整に関しては、裸眼が近方合わせでよく見える距離を遠くにするときはマイナスのディオプター。
絶対値が大きいほど、よく見える距離が遠くへ移動する。裸眼が遠方合わせの場合は、その逆。という理解で、とりあえず十分だと思います。また、目にもともと備わっている水晶体の場合、とにかく遠くがよく見えるようにすれば、それより近くは自動でピント調節してくれたのですが、眼内レンズの場合、自動では調節してくれません。そのため、すでに持っているメガネから、あえて度数を減らしたメガネを、複数本作ることもあると思います。前置きが長くなったのですが、いよいよメガネを作り直していきます。ここからは、実際に私が作ったメガネの処方箋を見ながら、お話ししようと思います。これは、最初に作った中近療養メガネの処方箋です。この動画では、ディオプターに焦点を当てているため、瞳孔距離やフレーム設計値は省略しています。また、左目は白内障が発症しておらず、勝手が異なるため、一旦省略しています。レンズ上部はマイナス2。レンズ下部はそれにプラス1加入。つまりマイナス1です。このメガネで、正面は90センチあたりがよく見え、手元は裸眼50センチあたりよりも、さらに少し向こうがよく見えていました。これを、正面は80センチあたり、手元は裸眼と同じにしていきます。まず、レンズ上部。つまり、正面を見るときに使う部分から考えます。私は、裸眼が近方合わせですので、メガネはマイナスのディオプターです。絶対値が大きくなるほど、レンズが厚く、見え方がきつく、より遠くが見えるメガネになります。よく見える距離を今より手前にする場合、絶対値を小さくします。ずらす距離はほんの10センチ程度ですので、マイナス 1.75 かマイナス 1.5 でしょう。それぞれよく見える距離がどのくらい変わるか、計算してもいいのですが、あとは眼科かメガネ店で実際に試します。今、マイナス 1.75 かマイナス 1.5 と言ったのですが、メガネの度数を設定する際、ディオプターは一般的には 0.25 刻みです。マイナス 1.77 や 1.6 みたいな度数はできません。このため、眼科でよく見える距離をあと5センチだけずらしたい。みたいなことを希望しても難しい場合があります。次に、レンズ下部。手元を見るときに使う部分について考えます。眼内レンズを近方合わせにしており、手元は裸眼が一番よく見えるため、メガネのレンズ下部は、むしろ度が入っていると困ります。度なし、つまり、伊達メガネにする場合、0になるようにします。この処方箋の表現を借りると、球面度数に加入度数を足したとき、0になるようにします。球面度数をマイナス 1.75 にした場合は、加入度数はプラス 1.75。球面度数をマイナス 1.5 にした場合は、加入度数はプラス 1.5 です。ここでポイントがあります。最初の方で少しお伝えしたのですが、メガネの多焦点レンズは
加入度数が大きくなるほど、歪みが大きくなります。どの程度の歪みから実用的でなくなるかは、個人差があるようですが、1.75 くらいではないかと思います。このため、レンズ上部がマイナス3などの場合は、レンズ下部を度なしにするのは難しいかもしれません。もう一つ、ポイントというか注意点があります。この下部だけ度なしのレンズは、裸眼の乱視が強い場合は作れないことがあります。最終的に出来上がった度数案がこちらです。レンズ上部はマイナス 1.5。レンズ下部はそれにプラス 1.5 で0。これで大丈夫か。実際に試してレンズを作り直します。メガネの度数、特に目から〇〇センチあたりをはっきり見たいと決まっている場合のメガネの度数は調整するのが難しいと思います。0.25 刻みでしかずらせないのもありますし、〇〇センチあたりと言っても、それを測った時の姿勢や椅子の位置で数センチは誤差が出ます。しかし、パソコンモニターが80センチあたりにあるのに、90センチあたりがよく見えるメガネを作ると、やや遠すぎて細かい文字が見えにくくなることは、私自身すでに経験しました。ぴったり合わせるのは難しい。と同時に、よく見える距離が10センチ程度ずれるだけでも、状況によっては実用的ではなくなります。このギャップを埋める必要があります。そこで、この中近両用メガネを使う時の状況をよく考えたのですが、あることに気がつきました。それは、パソコンで作業するときは少し前かがみということです。顔からパソコンモニターまでは約80センチなのですが、実際に何か作業しているときは少し前かがみになっています。つまり、80センチあたりがよく見えるメガネを作ると言っても、85センチや90センチでは遠すぎ。逆に75センチや70センチであれば許容範囲内である可能性があります。私はパソコン作業用のメガネですので、よく見える距離が少し近い方が使いやすいのですが、テレビを眺める用のメガネなどであれば、逆に少し遠い方がリラックスした姿勢をとるのに便利です。ぴったりの度数がなかなか決まらないとき、前にずれた方がマシなのか、後ろにずれた方がマシなのか、把握しておくと、調整しやすくなるかもしれません。メガネ選びについて、度数以外に関することが2つあります。1つは処方箋に関することです。私が行ったメガネ店では、メガネの引き渡しから6ヶ月以内であれば、レンズの交換が無料でした。この時、最初にメガネを作った時に、眼科の処方箋を持ち込んでいた場合、レンズ交換時にも処方箋が必要とのことでした。これは法律で決まっているわけではなく、このメガネ店独自のルールのようです。なお、レンズ交換時の処方箋は、最初にメガネを作った時の眼科と同じ眼科で作る必要は
ありません。度数以外に関することのもう一つは、フレームの大きさについてです。特に多焦点レンズのメガネの場合、レンズ内に複数の度数を入れるため、レンズも大きなものが好ましいです。また、レンズ左右にぼやける部分ができるため、横に大きなものより縦に大きなものがいいです。私が行ったメガネ店では、サンプルのメガネのレンズに、レンズのサイズを示すシールが貼ってありました。シールの表記で30ミリ以上のものがいいそうです。また、多焦点レンズの場合、メガネがずれると見え方が変わってしまいます。ずれにくい軽いフレームの方がよく、鼻当てもフレーム一体型より独立型が良いとされています。ちなみに私は中近両用メガネはとにかく上下に大きいものをと選びました。その際、鼻当てが独立型の方がいいことを度忘れして、一体型のものを選んだのですが、特に問題なく使えています。不動詞についても軽くお話しします。これは、多焦点レンズのメガネの合わせ方と比べると、関係のある人は少ないかもしれません。不動詞とは、左右の目の屈折度が大きく異なる状態のことです。つまり、片目は強度近視、もう片目は軽度近視といったように、左右の目で見え方が異なることを指します。私は右目にのみ白内障が発症し、手術を受けました。左目は手術をしておらず、そのままの状態です。ただ、左目にはもともと近視があり、よく見える距離は、手術後の右目よりも約40センチ手前です。近方で40センチの差は、不動詞としては大きい部類になります。手術前、眼内レンズの度数を決めるにあたり、病院から様々な説明を受け、自分でも多くの情報を調べました。その上で十分に検討し、現在のように左右で差がある状態を選択しています。個人の判断によるもので、推奨するものではありません。また、単焦点眼内レンズは鮮明に見える距離が限られているため、わざと左右で焦点距離をずらすことで、両目で見た時によく見える範囲を広くする技術もあります。この方法はモノビジョンと呼ばれます。ただし、後ほど詳しく述べますが、裸眼での左右の焦点距離に大きな差がある場合、メガネによる度数補正が非常に困難になることがあります。人の脳は、左右の目から得られる視覚情報を統合し、より鮮明な方の情報を優先的に処理する傾向があります。右目が鮮明で、左目がぼやけている場合でも、両目で見ると、全体的に鮮明に感じられることがあります。片目だけつむっても、特に不自由なく見えるのに似ています。このような脳の適応能力により、個人差はありますが、モノビジョンでも比較的早くなれる人がいます。モノビジョン、特に単焦点眼内レンズによるモノビジョンは、コントラストの低下がほとんどないなど、単焦点レンズの利点を保ちながら、複数の距離でよく見えるようになるため、便利に感じる場面もあります。
ただし、メガネの作成に関しては、少々厄介な面もあります。特に、私のように、左右の見え方に大きな差がある場合、度数の調整が難しくなり、かけても違和感が残ることがあります。これは、メガネの度数が高くなるほど、見え方に強い補正がかかるためです。例えば、近視が強い人がメガネをかけると、目が少し小さく見えることがあります。これは、近視用メガネ、つまり、光を拡散させる、オーレンズの特性によるもので、レンズを通して見る像が収縮されるためです。他人から見ると、目が小さくなったように見えますし、メガネをかけている本人にとっても、景色がやや縮んで見えることがあります。ただし、メガネをかけている本人は、この違いに気づかないこともあります。というのも、通常、視力が低下する際には、両目がほぼ同じ程度に悪くなるためです。オーレンズを通して見ると、物体はわずかに縮んで見えますが、左右の目で同程度に縮小されるため、度数が極端に強くない限り、違和感を覚えることはほとんどありません。しかし、白内障などの手術を片目だけに行った場合、左右の目の焦点距離に大きな差が生じることがあります。そして、その差をメガネで補おうとすると、左右のレンズに大きな度数差が生じます。裸眼視力で左右差が大きい場合、次のような対応が考えられます。裸眼のまま生活し、片目のぼやけた視界になれる。メガネを使用して、両目の視界を鮮明にし、片目の像が縮小して見えることになれる。私の体感では、左右で度数差の大きいメガネをかける方が、負担が大きく感じられました。裸眼で片目だけがぼやける状態では、遠近感がやや弱まるものの、日常生活に支障が出るほどではありません。一方で、メガネの左右のレンズに大きな度数差があると、視界が不安定になり、何を見ているのか判然としなくなる感覚がありました。とはいえ、可能であれば、両目をバランスよく使える状態が望ましく、レンズの度数差がそれほど大きくない場合には、脳が両眼の情報をうまく統合し、違和感なく見えることもあります。どの程度の左右差から違和感が生じるかは、個人差があるようですので、実際に試してみて、調整していくことになると思います。一般的には、メガネの左右のレンズの度数差は、2ディオプター程度までが許容範囲とされているようです。私が作ったメガネを見てみます。先ほどの中近両用レンズで調整し直す前のものです。今見てみると左右で 0.75 の差でした。ただし 0.75 差で鮮明に見える距離が左右ぴったり揃うわけではなく、ぴったり揃えると日常生活に支障が出るほどでしたので、無理のないところまで左レンズの度数を落としています。結局、普段の生活ではほぼ右目に頼っていました。私の体感では、
メガネの度数に左右差があっても、意外と慣れました。眼科で初めて調整した時は、かなり違和感が強くてきつく感じたのですが、半年ほど経つ頃には、もう少し度数差があってもいいから、左右の見え方をもっと近づけたい、と思うようになりました。その後、再調整したメガネの度数がこちらです。裸眼視力の左右差に近づけて、1ディオプター差にしています。不透視のメガネのレンズを再調整する際には、度を少し強めることになる場合が多いと思います。つまり、左右のレンズの度数差がやや広がることになります。というのも、初めて眼科やメガネ店で度数を合わせた時には、まだ左右の度数差に慣れていないため、あえて度数差を抑えめに設定しているであろうからです。これまでメガネによる調整についてお話ししてきましたが、不透視の調整にはメガネよりもコンタクトレンズの方が適しているようです。というのも、レンズが目から離れるほど、見える像の縮小や拡大の度合いが大きくなる傾向があるため、目に密着するコンタクトレンズの方が縮小・拡大を抑えやすいのです。私はもともとメガネが嫌いではないので、コンタクトは使っていません。ちなみに、白内障を発症していない左目に合わせたメガネを1本作ろうかと考えていました。左目はまだ水晶体が自力でピント調節してくれるため、使い勝手がいいからです。しかし眼科で左目に合わせると度が強すぎるため、やめておいた方がいいとアドバイスを受けたため見送りました。白内障発症前に使用していたメガネを予備として保管しています。これで自宅のパソコン作業用に使うメガネを作ることができました。最後に、私自身がメガネの処方箋を作った時の体験をお話ししたいと思います。ここまでは度数の調整について理屈を中心にお伝えしてきましたが、実際には何度も妥協しかけたり、複数の眼科を回ったりとスムーズには進みませんでした。半分私の日記のような話になりますが、もし似た状況の方がいれば何かの参考になるかもしれません。これまで眼科とだけ述べていましたが、メガネの処方箋作成にあたり、私は3つの眼科を受診しました。まず1院目は地元のいわゆる町のお医者さんで、ここでは眼科 A としておきます。白内障の診断自体は眼科 A で受けたのですが、手術はここでは行いませんでした。当時、眼内レンズを多焦点にする可能性があったところ、多焦点眼内レンズのための設備が眼科 A にはなかったためです。そこで次の病院を紹介されました。その紹介先が2院目、都市部の大きな病院です。九州大学や慶応大学医学部出身の先生も多く在籍しており、信頼のおける眼科だと思います。
ただし、予約は混み合っており、私の自宅からも距離があります。眼科 B と呼ぶことにします。そして、3院目は、隣町にある眼科です。ここについては、後ほど触れます。眼科 C としておきます。白内障手術を受けてから約1ヶ月後、メガネを作るために、まずは地元の眼科医を受診しました。しかし、不動視、つまり左右の目で視力に大きな差がある状態への対応が、眼科 A ではうまくいかないようでした。手術を受けた眼科 B には、手術記録なども残っているはずです。そのため、メガネ作りも、眼科 B にお願いすることにしました。眼科 B では、メガネを2本作りました。1本目は、遠方使用、つまり、運転などのための、普通の単焦点レンズです。1回の処方で、ほぼ理想的な仕上がりとなり、現在も問題なく使用しています。2本目は中近両用レンズです。中間距離に合わせたものと割り切れば十分に便利でしたが、肝心の自宅でのパソコン作業には微妙な仕上がりでした。中近両用メガネもその後しばらく使っていましたが、半年ほど経ち、レンズ交換の保証期間が迫ってきたこともあり、度数を再調整することにしました。眼科 B でも少しずれるくらいでしたので、細かい部分は自分で調べて調整しないと、しょうがないだろうな、という予感はありました。そこで、自分なりに情報を集めながら、新しい度数の目安を導き出し、それを確認してもらうために眼科へ行くことにしました。今回は大きな変更ではなかったため、再び近場の眼科へを訪れました。しかし、眼科 A では、度数を書いたメモを渡しても、対応してくれた技師は、ほとんど目を通してくれませんでした。私の数字が的外れだったのかなとも思いましたが、視力検査の後もいつも通り、数メートル離れたランドルト間の検査から度数を割り出そうとしており、遠方仕様のメガネを作ろうとしているように見えました。手術で単焦点眼内レンズを入れていることや、中近両用メガネでレンズ下部を度なしにしたいことも伝えましたが、なかなか意図が伝わらない様子でした。下の部分だけ度なし、レンズ下部だけ伊達メガネなど、いくつか表現を変えて伝えてみたところ、ようやく話が伝わったようですが、下だけ度なしのメガネなんて普通作らないです。こういうメガネが作れるか、メガネ屋さんに確認しましたか？伊達メガネっておもちゃみたいなやつですよ。といった言葉が返ってきて、普通の単焦点レンズのメガネに誘導しようとしているように感じました。私は、そのおもちゃみたいなやつじゃないと仕事に使えないです。と何度も伝えたのですが、それでもなかなか噛み合いませんでした。やがてその方は、これは時間がかかります。と言って、先生へパスしました。
ちなみに、レンズ株だけ、度なしの中近両用メガネは、ほぼすべてのレンズメーカーで製作可能です。診察室に通され、先生ともお話ししましたが、先生も下だけ度なしに戸惑っている様子でした。加入度がゼロなのか、それとも加入後の結果としてゼロなのか、判断に迷われているように見えました。しかし、それ以外にも、違和感を覚える場面がいくつかありました。例えば、現在、私が使用しているメガネのレンズ上部、つまり正面を見る部分は-2で、約90センチ先がよく見えています。そこからよく見える距離を近づけたい場合、裸眼が近方合わせですので、メガネは度を弱める方向に調整する必要があります。ところが先生は、それなら-3でしょ、と言い始め、私の頭の中には大きなクエスチョンマークが浮かびました。度数を強くすれば、よく見える距離は、今よりさらに遠ざかるはずだからです。そもそも、裸眼の状態では、私は50センチあたりが最もよく見えているのですが、先生は、今は30センチくらいが見えているはず、と話しており、感覚的にも数値的にも認識のズレを感じました。こうした経緯から、素人目に見ても、このまま進めるのは違うかもしれない、と感じられ、処方箋の作成を中断してもらいました。なお、病院の名誉のために付け加えると、この時、処方箋作成にかかる費用は請求されていませんでした。とはいえ、病院であのように言われると、自分の判断に自信がなくなります。看護師さんの単焦点レンズへの誘導も強引で、精神的にもやや参っていました。また、もし本当にレンズ上部が-3だった場合、株を度なしにすることは難しくなります。今のメガネもそれなりに便利ですので、このままでもいいかな、と妥協しそうになりましたが、自分で導き出した数字は本当に間違っていたのか、が気になり、処方箋よりも先に、メガネ店に相談に行ってみることにしました。メガネ店で事情を説明し、希望の度数でレンズを合わせてもらい、実際にかけてみたところ、一目でわかりました。イメージしていた通りの見え方でした。これで数字が間違っていないことは確認できましたが、私がメガネを買ったお店では、レンズ交換保証を利用するには処方箋が必要でした。また、このメガネを常用しても問題ないかという不安もあったため、改めて眼科を受診することにしました。眼科 A ではこの内容の処方箋は出せないと分かっていたので、気分を切り替えて隣町の眼科を訪ねてみることにしました。生まれて初めて行く眼科です。以後、眼科 C と呼ぶことにします。結論から言うと、眼科 C では無事に処方箋を出してもらえました。ただし、そのメガネが何に使われるのかについては、先生は
最後まで腑に落ちていないように見えました。度数を調整するときは、眼科 A と同様に、遠方視力の測定から始まりました。ただ、多焦点レンズの調整に使う器具がないことをあらかじめ伝えてくれました。思い返すと、眼科 A は、多焦点眼内レンズの手術はできないと言っていましたが、メガネの多焦点レンズも、それを調整するための器具がなかったのかもしれません。眼科 C では、中近療養レンズであること、レンズ下部は度なしにすることは、すぐに把握していただいているようでした。今までこのようなメガネを希望する人がいなかったのだと思いますが、計算・問診を何度も繰り返したり、不定期で呼んでいる別の先生を呼ぼうか相談されていたりして、他の患者さんより時間がかかりました。最終的には、度数自体はそれほど不自然ではないと思います。実際によく見えているということですので、これで処方箋を作ります。とのことになりました。ただ、今のメガネでもよく見えているはず。とのことで、何のために再調整するのかは、いまいち腑に落ちていない印象でした。これは眼科 C の処方箋です。この表に加え、備考欄に、プラス 1.5 ディオプター、中近でお願いします。と書いてあります。眼科 B の処方箋では、加入度数を書いていたのですが、眼科 C では、加入した後の度数を表に書いています。遠近や近近ではなく、中近療養レンズであることは、備考欄で伝えています。処方箋の書き方は病院によって異なります。今回感じたのは、たとえ眼科であっても、すべてを理解してもらえるわけではない、ということでした。もちろん、目について詳しいのは眼科の先生です。ただ、先生ご自身が白内障手術を受けたわけではないため、眼内レンズを実際に入れた時の見え方の変化などは、どうしても実感として把握しづらい部分があるのではないかと思います。また、一人一人のライフスタイルや、仕事中の姿勢・視線の使い方といった、極めて個人的な条件については、病院側にとっては完全に想定外になる部分もあるかもしれません。少なくとも、約80センチという微妙な距離にピントを合わせること、レンズの下半分だけを度なしにすること、不動詞があること、といった条件が重なると、病院側にとって難しい処方になるように感じました。病院によって、通っている患者さんの職業やライフスタイルにも傾向があるでしょうし、先生ごとに得意・不得意があるのも当然のことだと思います。ですから、すべてがうまく噛み合わないことも、ある程度は仕方のないことなのかもしれません。かかりつけの先生に自分の状況を理解してもらい、ぴったりのメガネを処方してもらえるのが理想ですが、
それが難しい場合は、自分の生活環境やニーズに寄り添ってくれそうな先生を探すか、いずれは自分で度数を決めていくことになる可能性もあると感じました。少なくとも最初の一本は、眼科 B のような信頼できる病院で作っておくと、後から自分で調整を考えるときの良い基準になります。私は医療従事者ではないため、あくまで想像になりますが、おそらく眼科の教育現場では、メガネの度数調整は、遠方がよく見えるように合わせることが基本として、教えられているのではないかと思います。というのも、人間の目にもともと備わっている水晶体は、遠方にピントを合わせた状態からであれば、それより手前を見る際には、自動で伸縮してピントを調節してくれます。中・近距離の特定の距離にピンポイントで合わせるよりも、まず遠方が見えるように整える方が合理的で、かつ失敗が少ないのではないか、と推測しています。眼内レンズのように、目が自動でピント調節しない場合でも、最初から中近距離にピントを合わせて、やっぱりよく見えなかったと言われるよりは、やや遠方を見やすくしておいて、患者さんの様子を見ながら調整するというのが、病院側にとっても無難な対応に移るのではないでしょうか。近くの一点にしかピントが合わないメガネと比べ、やや遠方に合わせたメガネは、焦点の合う範囲が広く、実用性も高いためです。今回は、基本的には、眼科 B で作っていただいた処方箋から、少し度数を弱めるだけでしたので、お医者さんは、腑に落ちていない様子だったけれど、これでいこう、と思い切ることができました。もし逆に度を強める調整であったなら、常用できるかどうか不安になり、もう一度眼科 B を受診していたと思います。メガネの度数は自分でも割り出すことは可能ですし、その方が結果的に自分にぴったり合ったメガネが作れるかもしれません。ただし、その度数が目にとって強すぎないかどうかや、他の眼疾患との兼ね合いなど、総合的な視点で見て、常用して問題がないかどうかは、やはり医師に確認していただくのが望ましいと感じます。また、度数に関しても、医師が、おそらくこういうメガネが必要なのだろう、と考えて処方してくれたものの方が、結果的に使いやすいこともあるのではないかと思います。目は特にその目で見ている本人にしかわからない感覚の部分が大きい器官だと改めて感じました。どこまで病院にお任せするのか、どこから自分で判断するのか、その線引きは難しいものだと思います。自分で判断するとき、一つ気をつけたいことがあります。ディオプターなどの数値を自分なりに考えて病院へ行く際は、素人ですが、こういう見え方が理想で、自分なりに考えてみました。ただし間違っているかもしれません。というような前置きをしておくことで、医療者側との行き違いを防ぎやすくなる。
と感じました。こちらとしては参考情報のつもりでも、数値まで指定すると、この人は詳しいとみなされてしまい、テクニカルタームをそのまま使われたり、逆に基本的な説明を省略されたりするかもしれません。自分の立場をただの患者として明示することで、伝わり方も柔らかくなり、やりとりが円滑になりやすいと思います。目全般の管理については、やはり眼科の専門性が不可欠です。しかし、メガネの度数を調整する設備に関しては、眼科よりもメガネ店の方が優れているかもしれません。メガネ店では、多焦点レンズを日常的に取り扱っているため、調整できないことはまずないと思います。私の見た限りでは、眼科 B、メガネ店、眼科 A、眼科 C という印象です。このため、度数を自分で割り出せるのであれば、実際にその見え方を試すときは、町のお医者さんよりは、メガネ店に行った方がいいかもしれません。また、あらかじめ自分で見え方を試しておくと、病院で先生が何に使うメガネなのか腑に落ちなかったとしても、実際にその度数でよく見えていることは伝えることができます。メガネが必要となる場面は人それぞれです。今回例に挙げたメガネも私にとっては欠かせないものですが、何のためのメガネなのか今一つピンとこないと感じられた方もいらっしゃるかもしれません。ただ、特に手術で単焦点の眼内レンズを入れた場合には、眼内レンズで見える距離とは別に、もう一つクリアに見える距離が欲しいと思うことがあるかもしれません。その時には、今回紹介したレンズカブだけどなしの多焦点レンズを使用したメガネが一つの解決策になると思います。白内障手術前、メガネに関して疑問に思っていたことがありました。それは、運転用のメガネを遠近療養レンズで作れないだろうかということです。特に単焦点眼内レンズの場合、よく見える距離が限定されており、遠方を鮮明に見ると、カーナビはややぼやけてしまいます。これを遠近療養メガネで克服できないだろうか、と考えていました。ある程度知識をつけた今、考えると、これは微妙なところだと感じます。加入度数を上げすぎると、レンズの歪みが大きくなり、実用性が損なわれるため、せいぜい 1.75 以内に抑える必要があるのですが、遠方とカーナビの距離差を 1.75 以内でカバーするのは、割とギリギリになる気がします。また、遠方はともかく、中近方のカーナビは、細かい文字を読む必要があるため、今回私が自宅のパソコンモニター用のレンズ調整で、そうしたように、度数の微調整が必要になると感じます。とはいえ、実際やってみると、思っていたよりよく見えるかもしれませんし、今後、さらに性能の良いレンズが
登場するかもしれません。最近はカーナビを常用していないため、試していませんが、使用頻度が高くなれば、改めて検討してみたいと思っています。今回は、白内障手術後のメガネ作りについてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。